サーフィンで最も難しいと思われているテイクオフ。しかしテイクオフは基本的な動きを理解しマスターしてしまえば決して難しいものではない。パート2ではテイクオフをマスターするためのポイントを解説していこう。テイクオフの基本的な動きを見ていこう。まずパドルと同じ自分の重心とボードの重心を合わせた基本ポジションを確認する。ボードを完全に走らせたら両手をみぞおちの脇あたりに置き腕立ての姿勢を作る。近くを見るとバランスを崩しやすいので視線は常に遠くを見るようにしよう。タイミングを測り腰を横に向けながら体を前に引っ張り出すイメージで両足を一気に前に引きつけよう。この体勢が中間姿勢だ。前足はボードの重心の少し前、後ろ足はそこから肩幅くらいのところに置く。この両足がボードのセンターをまたぐポジションが基本。腰は横向き、胸を起こし遠くを見るようにしよう。この中間姿勢ができればテイクオフはほぼ成功するはずだ。スタンドアップは立つのではなく軽く手を離すくらいの感覚で行うとスムースにできる。膝を曲げ腰を落とし前足荷重で立ち上がる。安定したテイクオフをするためにはパドルからスタンドアップまで重心を変えないことが大切だ。テイクオフがうまくいかない人は手の位置を確認してみよう。前すぎると体を持ち上げきれず足を引きつけにくくなる。逆に手の位置が後ろすぎると力が入らずうまく体を持ち上げることができなくなる。手の位置が左右バラバラだとバランスを崩してしまいやすい。左右均等に置くことが基本。またレールを掴んでしまうと手を離しにくくなってしまうので注意しよう。よく見られる失敗例が体が前を向いてしまっているケース。これでは正しく足の位置をポジションすることができずボードコントロールもできなくなるので中間姿勢でしっかりと横を向くようにしよう。体重が後ろに乗ってしまうケースもありがちな失敗例。サーフィンでは前に体重が乗ればスピードをアップし後ろに乗ればブレーキがかかってしまうことを覚えておこう。足が前に出ないとボードは走らない。前足は必ずボードの重心の前に置くことが必要だ。このボードの重心をまたぐ足のポジションがテイクオフではとても重要なので完全にマスターしよう。テイクオフを成功させるためにはしっかりとボードを走らせることが大切。スープなどを利用しこのボードを走らせる感覚を身につけよう。走りきらないで動作に入ると
波に置いていかれてしまうので注意しよう。最初は小さめの波でパドル、腕立て、中間姿勢、スタンドアップの一つ一つの動作をしっかりと確認しながら練習しよう。この中間姿勢をしっかりと作ることができれば高い確率でテイクオフは成功するはずだ。下を見るとパーリングしてしまうので視線は上に向けるように。もう一度テイクオフの流れを見てみよう。まずパドリングしながら前に体重をかけ、ボードの角度を斜面の角度に合わせてボードを走らせる。完全にボードが走ったら腕立ての状態を作ろう。両足を一気に前に引きつけ中間姿勢を作る。手を離したら前足荷重でライディングに入っていこう。体を前に引っ張り出すようにテイクオフするとボードはきれいに走っていくはずだ。顎でボードを押すようにすると前に体重を乗せることができる。崩れてくる波ではブレイクするタイミングを予測してスタンドアップしよう。崩れた波は不安定なので正しくポジショニングし、力強いパドルで波のうねりに乗れるよう頑張ろう。崩れ方が速い波ではしっかりしたパドルによる速いタイミングでのテイクオフがポイントとなる。サイズのある波では波の大きさを怖がらず全力でパドルをしてしっかりと体を前に出していくとメイクできるようになる。ボードの長さが変わってもテイクオフの基本動作は全て同じだ。スープは不安定で必ずしも練習に向くとは言えない。まずは人が少ないポイントを選んでゲッティングアウトし、力強いパドルで波のうねりに乗る練習をしよう。テイクオフはパドル力次第。積極的なパドルがテイクオフの上達につながることを覚えておこう。